どうも皆さんこんにちは、レッドです。今日はある変化をしようと思うんだ。それは何かわかるかな？今回はシルビアの車高を上げていこうかと思います。実はね、タイヤを交換したんですね。そしたら思ったよりね、タイヤの厚みと幅がね、大幅に変わってしまったので、このまま走るとボディに干渉してしまう恐れがあります。なので今回は大幅に3センチぐらいね、リアの方を上げていきたいと思います。もう後ろに関してはね、若干もうかぶっていますね。フロントはですね、少し余裕があります。これぐらいに、後ろを仕上げていこうかなと思います。それでは車高上げ作業レッツスタート。はい、本日もじゃんじゃんバリバリ上げていきたいと思います。今のままだとね、車がバウンドしてしまったらボディに干渉してしまうので、ちょこっと車高を上げていきたいと思います。タイヤを外したらここに注目。車庫調のこのネジの部分にゴミがいっぱい詰まっているので、パーツクリーナーやこういったブラシでゴシゴシね、汚れを落としてください。この時にね、ナイロンのブラシはいいんですけど、ワイヤーブラシとかは絶対使わないようにしてください。そしたら今のね、長さを測っておきます。 21.4 そしたら車庫調の下の部分を専用の工具を使ってね、回していきます。回った時に反動で怪我をしないように気をつけてください。硬いな。延長パイプで伸ばします。今緩めたのがここで、上がダブルナットの要領で2つがね、噛み合わさってます。下を回すことによってこの棒がね、一緒に回ってくれます。24.4、3センチアップです。高さが決まったら下をロックしていきます。 OK。これで実際3センチ上がってるはずです。同じように反対側も上げていきます。反対側もね、同じ数値になりました。じゃあタイヤをつけて車を下ろしてどんな感じになったのかをチェックしていきます。OK。じゃあ下ろします。お、めちゃくちゃ高くなった。横から見ると今までね、見えなかったね、隙間が見えるようになりました。いかがだったでしょうか皆さん。車庫調の調整方法。今回はね、上げたんですけど、下げる場合はですね、逆回転にすれば OK です。基本ですね、ダブルナットを緩めないような感じで回していくのがポイントです。今回はね、若干上げすぎた感じはあるんですけど、細かい高さはね、もうちょっと詰めていきたいと思います。それではあなたのカーライフが楽しくなるように、レッツカーエンジョイ。毎週金曜日夜19時より動画の方を配信してます。不定期で動画を配信することがあるので、よかったらチャンネル登録と高評価をぜひよろしくお願いします。Twitter、Instagram もやってますので、下記の概要欄からフォローよろしくお願いします。動画より先にですね、Twitter、Instagram などにはこの情報がね、早めに回ってきますので、興味がある方はね、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。バイバイ。